皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国経済の発展はもうすぐ大きな曲がり角を迎えるかもしれない。そうした予兆を捉えるのに非常に重要な中国の不動産市場における大問題について取り上げようと思います。以前この話題に触れるとき、私は中国恒大という不動産大手の企業がものすごい巨額の赤字を出していて経営が行き詰まっているという話をしました。この会社は運転資金などに苦しみ、債券の利払いなどができないといういわゆるデフォルトに陥ったわけですが、私の読みは外れ、その後もこの会社は未だに減損しています。この中国恒大が完全な破綻を迎えることによって、中国の不動産市場や中国経済全体に与える影響も大きいだろうという読みを持っていたのです。しかし、中国の不動産市場そのものが悪化している、それに関連しての開発会社なども同じく経営危機を迎えているということは、何も中国恒大だけの話にはとどまりませんでした。今回の動画においては、そうした特定の企業の経営失敗だけではなく、業界全体の問題、そしてそれが与える中国経済の先行き不安についても解説をしていきましょう。それではまず、現在の中国の最大手の不動産開発会社がどのような経営状態になっているか、ニュースをご紹介します。中国不動産最大手の碧桂園、上期最終赤字1兆円見通し、販売低迷響く。中国の不動産最大手の碧桂園、カントリーガーデンホールディングスは、2023年1から6月期の最終損益が約9000億から1兆1000億円の赤字に転落した模様だと発表した。販売低迷を受け、業績が急速に悪化している。今回明らかにした2023年1から6月期業績見通しと比較可能な前年同期の最終損益は19億1000万元の黒字だった。不動産販売の不振やプロジェクトの評価損などを赤字転落の原因に挙げた。1から7月販売額は前年同期から 35% 減少。ロイター通信は今月上旬、碧桂園が米ドル債の利息を支払えなかったと報じた。債券の利払いができないということはそれだけ手元にある資金が不足していることを意味します。通常であればこのような債券の不履行が発生してしまうと、会社が発行する債券に対する信用が激落ちし、内情が苦しいことを意味しています。では、以前から伝えている恒大集団、今どうなっているのでしょうか。そちらについても近況が出ているので見ていきます。中国恒大集団、債務超過11兆6000億円の激震。中国の不動産大手の恒大集団、エバーグランデで深刻な経営危機が表明してから約2年、同社は7月17日夜、開示を延期していた2021年と2022年の通期決算を発表した。それらによれば、2年間の純損失は単純合計で約15兆7021億円に上り、恒大集団の傷の深さが改めて浮き彫りになった。巨額赤字の主因は、保有する不動産や金融資産の減損損失だ。決算報告書によれば、恒大集団の2022年末時点の総資産は約35兆5797億円。経営危機が表面化する前の2020年末時点の約44兆4746億円から2年間で 20% も縮小した。一方同社の2022年末時点の総負債は約47兆1818億円に達し、負債総額が資産総額を上回る債務超過に陥っている。負債総額は2021年末時点の9兆1482億円から2022年末には約11兆5847億円に増加した。留意すべきなのは、今回開示された決算報告書は、恒大集団の財務の実態を必ずしも正確に反映していない可能性があることだ。恒大集団は2023年1月、同社の新たな会計監査人として、香港の監査法人と契約した。その監査法人は、恒大集団の2021年と2022年の決算に対して、それらの適正性を説明できない意見不表明の判断を示した。恒大集団の事業の継続性には多数の不確定要素が存在する。会計監査人は恒大集団の決算の期首残高や財務数字の比較に関する十分な証拠を取得できておらず、これらの数字は不正確である可能性がある。中国経済のことを考えるときに不動産業界に注目するのはそれだけ影響力が大きな業界だからです。一説には GDP 全体の2割から3割程度が
不動産市場がもたらす内需だと言われています。そもそも中国においては人口が増える、また人々が豊かになるその指標として不動産価格の上昇と、それに伴う積極的な不動産販売というものがありました。地方政府にとっては、それまで大したお金にならなかった国有地などを売り出すことにより、巨額の利益を得て、それがまた次の開発計画へと投じるための錬金術にもなっていました。開発業者にしてみれば、多くの人々が不動産価格はもっと値上がりして、大金を投じるんだけれども、さらに利益が出ますよという幻想を多くの人々が共有化できることは、販売促進にもなりますし、会社を大きくすることにも非常に有利に働きました。一般的な考え方として、多くの人々にとってお金を使う、その中でも最大級の買い物が不動産です。そうした高額商品にもかかわらず、多額の借金をしたとしても、しばらくすれば売却益が出るぐらいに値上がりするんだという思いを多くの人が抱くことができれば、基本的にはもっともっと買いたくなる、新しいものが欲しくなる、古くなったものも誰かが買ってくれるし、その古くなったものを買った人もいずれは値段が上がってさらに儲かるんだから売買も活発になるし、誰も損しないじゃないかみたいな幻想が生み出されるわけです。ところがこの考え方というのはいつまでも続くわけではありません。当然のように最終的には一時的に共有された夢幻であることが明らかとなります。さて、現在の中国においては不動産価格というものが頭打ちして需要が減退し、売れ残った不動産が各地に廃墟同然で捨て置かれるようなことも多くなっています。それらの多くが開発失敗に伴って開発会社が倒産するなどして、結局誰の手にも渡らないなどということも発生しているわけですが、それらの不動産物件については、購入した人がいわば貧乏くじを引いたような形で処理されることが多く、中国経済全体の悲劇としては語られることはあまりありません。問題なのはそうした不動産会社はさっさと市場からいなくなることによって影響が少ないのですが、今回取り上げるような不動産のその最大手であるとか、トップ級の巨大企業が負債にまみれて経営不振に陥っているということは、中国経済全体に与える影響もものすごいものとなるのです。例えば今回取り上げた中国恒大集団であれば、負債総額が資産総額を上回る債務超過状態であり、よくもまあこれで運転資金があるものだとちょっとびっくりするぐらいです。こうした話をすると日本においてはもう倒産状態なんだから本来であれば破綻しているはずだという分析も出るのですが、中国ではこのような状態であってもなんとかなるというようなちょっと恐ろしい話が出ています。それは日本やアメリカほど法律が整っておらず、本来であれば破産しているとはっきりと断言できるような状態なのですが、中国においてはこのようなスーパーゾンビ企業といった状態でもまだなんとか成り立つなどだそうです。もちろんこれには数多くの関連企業に対する不払いなども発生しており、支払いを先延ばしして、それでもなお自転車操業を続けてなんとか物件を売って会社の運営資金を回しているらしいのです。このあたりは中国企業の図太さというものがあるわけですが、当然のように1年2年なんとか持ちこたえた、だから今後もうまくいくとは私には到底思えません。少なくとも債務超過に陥っているということを自ら発表しているぐらいですから、今後の経営に明るい未来が待っているとはとても思えないのです。しかも監査法人が新たに契約してその中身を見ようとしたとしても、その数値については本当にこれが正しい数値なのか非常に疑わしいという態度をとっています。中国恒大としては債務超過にあるということを認めたものの、それでもなおこの会社はやっていけるという方針を示しているのですから、政治的に誰かが裏側で支えているとしかちょっと思えないような状態です。そして中国の最大手である碧桂園なのですが、こちらの方は別に今の段階で債務超過に陥っているわけではありませんが、会社の運営資金がかなり危険な状態にあるのは明らかです。債券について言及しましたが、本来であれば利払いなどはさっさと済ませるのが優先されるはずなのですが、そこに割り当てる資金がないというような状態は経営としては赤信号が灯った状態です。このように中国の不動産業界が苦境に立っている理由というのは何といっても、不動産そのものが供給過剰であるか、もしくは買う側の購買意欲が大幅に減退している、中国の国内景気が悪化していることを示しています。多くの人々がこれからも順調に経済が伸びるなと信じて不動産
産を買い続けている状況であれば、不動産業界というのもこのような苦境には立たないはずです。しかし、中国共産党は脱コロナ後の中国経済が明るいかのような話をしていますが、それはほとんど出任せに過ぎないだろうというのが今のところ中国以外の経済アナリストらの評価です。というのも、中国においては長い間ゼロコロナ政策というものが取られて、経済活動そのものが抑えられていた状態でした。その後、中国政府が一気にゼロコロナ政策を捨て去った後においては、きっと多くの人々が消費活動を活発にし、不動産価格なども再び盛り返すだろうというような見方を中国政府はしていたようです。しかし、実際のところ盛り上がったのは、旅行ができなかった人々が一気に旅行に出かけるようになったといったいわゆる身近なところへの支出が主で、よしこれから家をどんどん買おうといったような話へとつながってはきませんでした。特に問題視されているのが、中国企業全般に対する成長性が疑われているところです。中国政府が発表する経済指標というのはかなりごまかしがあって正確ではないという評価が一般的です。ですから実際のところ中国経済がどうなっているかについては様々なところから傾向全体を見る必要があります。正確性はありませんがどのような傾向であるかといったことを様々な指標からある程度大雑把に認識する方が理解は進むのです。その中で用いられている一つの指標が中国企業全体で見た場合において好景気なのか不景気なのかを示す若年の就職率失業率についてです。多くの場合企業が成長に次ぐ成長であれば多くの人々を労働者として雇うことが一般的です。しかもそれが特定の企業や業種ではなく国家全体の経済で見た場合において多くの人々が就職できている状態というのは日本のような人口減少に伴う人手不足といったものを一旦横に置くと中国の場合であれば単純に失業者が増え続けているであるとかもしくは就職できないといった人が増えているかどうかといったことを見ることによって全体の傾向として今が不景気なのか好景気なのかといったことを判断するにはちょうど良いのです。そうした意味で中国における若年失業者がどんどんと増えているというのは明らかに今の中国企業もしくは中国経済全体が勢いを失っていることを意味します。中国共産党は大学をたくさん作り都市に住む若者たちに対しては大学に入りそこから良い企業へと入ることが安定した収入を得ることにはとつながり国家の発展にもつながるといった構想を示していました。しかし現在の中国はそのような構想モデルからは明らかに外れています。大学はたくさん作って多くの人々が大学に入りそして卒業するのですがそれらの人々が就職できるような多くの労働者を引き受けるような企業というものが今の中国経済には余裕が全くないような状態なのです。そしてこれは日本でも同じことなのですが大学卒業後において企業に就職できない人々というのはその後の人生においても給料が高い企業への就職というものは非常に困難になりますから住宅などを買えるような13階級へと進むのはこれまた難しいものとなります。住宅というのは基本的には高額な商品であると同時に他のものを買うときとは明らかに異なって多額の借金をするものです。住宅を買うということはそれに関わる様々な物品なども売れることにより内需拡大へともつながってきたわけです。しかし現在の中国経済はそうした意味で明らかに負の連鎖が始まった状態でありこれまでのようなどんどんとみんなが高額商品を買うこともできなくなるしまたどんどんと収入が上がっていくようなライフプランといったものも多くの人々にとっては夢物語へと変わろうとしているわけです。このようなことから中国経済を語るときに日本化してしまうんではないかそしてそのことを中国国内では話すべきではないといったようなことが言われるようになりました。ここで言う日本化とは就職氷河期であるとかその後の経済発展が停滞してしまう非常に長い経済苦境のことです。だからといって今の中国経済の苦境に対してじゃあ日本から学んでうまく対処できるかといえばこれまた疑問符がついています。欧米の経済学者などは現在の中国は日本から教訓を引き出すことができずこのまま日本化してしまうだろう。長い経済の低迷の入り口に差し掛かっているという評価をしている人もいます。皆さんは中国経済の今後についてどのような評価をしているでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。